築60年、瓦屋根の吹き替え工事をしています。今回はちょっと個性強めのベテラン大工さんたちが助けに来てくれました。まずは杉の破風板を取り付けます。つけたいな。つけれる？もうちょっと上げれるよ。あ、上側がちょっと空いとるな。まっすぐ来てよ。はい。角度が少し合わなかったので修正します。既存の破風は薄く、だいぶ痩せ細っていましたが、新しい破風は厚みもあり、板金で巻いて仕上げるため、風雨にさらされても安心です。こんな感じでいいの？たるきともやに釘とビスで固定して、破風板交換完了です。一見綺麗な屋根でしたが、これまでに何度も台風などでずれ落ち、メンテナンスが大変だったことと、そして何より心配なのが、地震による倒壊です。前回、瓦職人による瓦と土の撤去が行われました。土を使わない平板瓦に吹き替えるので、約3600キロ屋根が軽くなります。地震で崩れ落ちる心配がだいぶ軽減されます。次に大工が裏板、広小米、破風板などの撤去を行い、新しい瓦を吹くための下地を再構築していきます。で、もう一回その上コンパネ。そうそう。炭打たんでいいの？捨て炭。五分で見てくん。イケイケでいくの？ビスだけの方がいいんじゃない？いや、炭打った方がいいんじゃん。五分出してみた。五分やろ？オッケー。で、広小米をまっすぐ取り付けるために捨て炭を打ちたいカズさんと、噛んでいきたい先輩大工さん。まっすぐ来たよ。動かしたよ。ああ、ちょっとね。それも残るわ、動画に。大工さんたちは基本指示待ちの人はいません。誰かが細かい指示を出さなくても、どんどん現場が形になっていきます。仮止め、仮止め、仕事して。売れとる、真ん中で売れとる。こっち、あげたんねんからも。どれあげるんですよ、あげたんですよ。いや、すぐ行ったのあげたこれをですが、大事なところでは、棟梁が声を大きくする必要があります。大工さんが作業を進める中で、目で通りを見ることはよくあることです。ですが、カズさんが念のため水糸を張って、今一度通りを確認します。どんだけ下がっとんの真ん中。一部ならいいけど、二部やっちょっと。結果、一度打った広小米を外し、やり直すことにしました。瓦の荷を60年受けてきたたるきは波打つように曲がっており、目で通りを見るのは限界があったようです。新しく広小米が取り付けられたことで、たるき全体のブレが少し解消されました。雨漏りで傷んだたるきを交換します。粘土くっついてくるかな。たるきを切るためにノジを部分的に切ります。たるきはそれを受けているもやの上で切り落とします。杭だけ抜いといて積み直さなあかんの。
このたるきは2階の天井の吊り木を支えていました。今天井下がった。既存のたるきの高さに合わせて丸ノコでたるきを裂きます。清水さん引っ張って。はい。うまいうまい。ナイスです。屋根の荷で軒先が下がらないよう、たるきの反りを見て取り付けます。いいじゃん。どこまで長め？まあいいよ。たるきを交換している途中で、ひろこ舞がやってきました。作業がどんどん進んでいく中、変に迷ったり悩んだりする暇はありません。よっちゃん前から見て通っとるやろ。どうやってやってて。大丈夫、通ってる。なあ、通っとるやろ。はい。俺らもだ、年よりめっちゃもう若い目やもん。俺らもう年より見えへん。前年時代引っ張れる。ひろこ舞の上からたるきをビスで引っ張ります。いいよって。いいよ。たるきの前面を合わせてから、桁ともやにたるきを固定します。そして、面戸板を元に戻して、たるきの交換完了です。ひろこ舞を取り付けた後、次は妻側の品板を取り付けます。廃校機の丸ノコを購入したので、この現場で初めて使ってみることにしました。牧田歴20年の大工の廃校機デビューです。マルチあったらいいけどな。丸ノコの刃が届かない部分はマルチツールを使用しました。誰もヘルメットかぶってない。今の何ですか？取り付ける品板に抜け節があったので切り落とします。実際は下から見ても見えることはないのですが、一番水上の留めになる部分は現物合わせで光ります。品板の取り付け完了です。
焼くものの交換が終わりました。次は軒裏の化粧板、杉の裏板を貼っていきます。この辺りの昔の家は中京間といって一般的な関東間より広く、京間よりは狭い作りです。よって一般的な材料の六尺物では長さが足らず、材料のロスがたくさん出てしまいます。11はもういらないの？11はいらないよ。11 4にして。11 4って。11 4ね。2、5、いっぱいいっちゃっていいの？いいよ。いいよ。待ってるよ。ぼわれてます。4人の大工さんがどんどん作業を進めていく中、自分だけが足場や砧の上の移動がままならず、これまでまともに撮影ができませんでしたが、裏板が張られたことでやっと屋根の上が歩けるようになりました。大工さんたちは最初から縦横無尽に砧の上を行き来しています。60歳を過ぎた清水さんも例外ではありません。裏板の取り付けがすべて終わりました。きれいさ、物で売ってた方がええやんな。今ブルーシートしたらもう避けてまくやろ。な、ほじゃこれいらんもんな。この時カズさんはちょっと不安そうでした。ブルーシートを外すともうやるしかない。後戻りはできません。残りの作業時間が少ない中、強行突破です。あかんわ、この丸の子あかん。パワーがないから負けるんやわ。思ったよりこのベリアがほんで硬いんやわ。はい、もう一枚こう一作業できるのはあと2時間程度。露地合板とルーフィングを一気に貼ります。こうなっと。229と全然。それだけで全然。両尾の丸ノコが好きな大工さんは多いですよね。そういえばこの丸ノコはどこか変です。今回は既存のバラ板の上から構造用合板を 50mm の釘で打ちます。めくって張り替えることもできますが、作業性を優先します。もちろん既存のバラ板がシロアリや腐食で傷みが激しければ話は別ですが、適当に釘打ちしているように見えますが、中に空洞がある部分もあるので、ある程度狙いを定めて釘の利きを確認しながら釘止めします。先ほど少し触れましたが、このお家は中京まで作られているため、合板をそのまま貼ることができません。すべての合板をカットする必要があり、通常よりも時間がかかってしまいます。
日がだいぶ傾いてきました。急いで反対側の面も貼っていきます。ここにいる大工さんの平均年齢はおそらく50歳くらいでしょうか。きっともう結構バテていると思います。おじさまたちが今日も若者に負けじと頑張っています。リフォームはイレギュラーなことが多いので頭も結構疲れます。あと少しで合板を張り終わるというところで、ひろしさんがルーフィングを張り始めました。積み落とすぐらいいいですね。あと少しです。何としても終わらせなければ。結構な勾配の屋根の上でのハイペースな作業に疲労もマックスなはず。親分は暗くなる前にみんなの道具を片付けます。なんとか大屋根の下地が終わりました。次回は下屋根の大工工事と瓦工事、そして板金工事です。ご視聴ありがとうございました。